現在では映画やゲームなど数多くのフィクションで活躍する錬金術師。しかし意外にも RPG のルールに落とし込むのが難しく、我々が知っているゲーム中の錬金術師というのは大体が明治系です。魔法使いに近いクラスです。ゴーレムを操り、スタッフを持っている。その一方で、素材を集め、実験を繰り返し、物質や世界の仕組みについて理解を深めていく。そういった歴史上に存在したかもしれない。ちょっと地味な錬金術を体験するゲーム。それが、サルファーメモリーズ・アルケミスト。もともとはタイトルもアルケミストで一度対応で公開されていました。Steam ストアページができた際に、この名前が現在のものに変わっています。クラフトやリソース管理に重点が置かれた伝統的ローグライク。多分実際は錬金術師人生シミュレーションをローグライクで再現するといった方が正解かもしれません。このゲームは2023年のうちに Steam に来るらしいですが、現在でもフリーバージョン、それからサンクティファイドバージョンという有料版が存在します。デモバージョンが公開されたのがもう3年前なので、実は結構開発がついているローグライクゲームです。特にこのグラフィックがだいぶそれっぽいファンタジー系なので、個人的に結構期待してはいます。まずはイントロがあります。チュートリアルっぽい感じです。ストーリーは主人公の錬金術師がなぜか教会に捕まるところから始まります。なぜ無実の自分が捕まるのか、その理由はわかりません。どうにかして牢屋から抜け出しますが、さてこれからどうするか。ここでなんと悪魔と出会います。この悪魔は主人公を外へ連れ出し、その見返りに彼が死んだ後、その魂をもらうという契約を持ちかけてきます。さあここで最初の選択。これは死んでも復活ができるモードか、ローグライクか。通常この悪魔は3回までプレイヤーを助けてくれますが、この画面を課金しているので、復活する回数が無限になっています。そう、これも選択できます。で、もう一方はより難しい条件で、死亡したら即ゲーム終了。ただしこの場合は、悪魔はプレイヤーにあらゆる言語を理解する力、それを教えてくれるらしい。操作方法ですが、ローグライクとしては変わっていると思います。マウスの方が遊びやすいかもしれないし、キーバインドをカスタムすればキーボードでもいけるかもしれない。今これは、いわゆるローグ風というか DCSS 風の配列。最初のうちはマウスとキーボードを行ったり来たりしていました。これがアイテムを拾ったり、樽を押したり、という感じでアクションを切り替えていくので、これを含んだ操作がマウスの方が早いかもしれない。あとはクラフトアイテム管理ゲームなので、このインベントリ内部でやることがいっぱいある。だから完全キーボードは難しいかもしれない。このゲーム最大のポイント、錬金術ですが、こちらがスキルツリー上で再現され、本を読んで習得した知識を消費して、このツリーを解放していきます。クラフトの手順もこだわっていて、まず素材が草があったり、金属があったり、あと動物の死骸もあったりするんですが、これを加工する方法が複数あります。一番上は、これはシンプルで、あまり加工しないと思います。で、真ん中はすりつぶすタイプです。最後のこれは、ディスティレーションというのは蒸留するんですけど、蒸留するにはアレンビックという器具が必要です。多分こういう形のあれですね。で、このアレンビックですが、イントロが終了すると、ある理由からこれがぶっ壊れます。そう、だからこれが今できないです。この蒸留に使う器具を取り戻すのが、序盤のクエストに含まれています。という感じで、クラフトは難しいんですけど、ゲーム画面はシンプルです。バイタリティがあって、これがなくなると死にます。それだけです。このゲームには空腹システムがありませんが、クエストによっては、時間経過によって選択肢が減ってくるので、この時間ですね、今何月かとか、それを少し見ておく必要はあります。一応食事をすると、このバイタリティの回復が早くなります。そういう効果がありますね。このゲーム性は戦闘がメインではないので、この画面で今動いているのは野生動物です。カエルやネズミがいますが、こいつらは無害です。ヘビは毒があるから危ないんですけど、しかし敵対生物でも行動パターンがあるので、例えばヘビは、自分から接敵しなければ安全。コウモリは松明を持っていれば近づいては来ない。そういう感じです。もうそんなやばいモンスターはいないはず。
や、こいつ頭おかしいわ。こっち来るな。はい、このおっさんがリカルド、バーテンダーがいて、そう、彼は仲間ですね。この店の地下に主人公をかくまってくれます。このバーテンダーからアイテムを購入したり、全体マップ上で新しいロケーションを教えてくれます。移動は馬を使いますね。さあ、探索できるマップは、沼があったり、教会があったり、魔女の家があったり、このロケーションの数は序盤でもかなり多いですし、アイテムもたくさん落ちています。この冒険する感じが楽しい。このゲームのおすすめポイントは、まず、こだわりのクラフトシステム。素材がたくさんあって、その加工する手順が複雑。それから探索する楽しさ。マップには隠し階段やチェストが置いてあって、で、これから本が手に入るんですね。この本から知識を得て、錬金術のツリーを解放していく。このインベントリーも最初からたくさん枠があって、アイテムも結構拾えます。多分これ無限ではないかな。重さはないですね。こんな感じに散らかるんですけど、アイテム関連はリアリティよりも遊びやすさが優先してある感じがします。一方で気になるところ、ローカルマップの出口が一箇所しかないので、移動がめんどくさい時があります。リコールみたいなダンジョンから帰ってくるアイテムを現段階で見ていないので、行きはいいんですけど、帰りが大変かもしれないです。で、それからやっぱ時間が経過するので、この時間によって、あるクエストでは、その達成条件や選択肢が減ってきますね。そう、一応時間制限ありのゲームなんで、好みは分かれますね。完全にはゆっくりはできないというだけで。という感じで、いろいろ喋りましたが、これまだアーリーアクセス前なんで、ここで紹介した内容は、これから変わってくる可能性もありますし、ゲーム内容もこれから増えていくでしょう。ローグライク好き、ファンタジーゲーム好き、そんな方は注目の RPG ですね。というわけで今回は、サルファーメモリーズ・アルケミストでした。また次回の動画でお会いしましょう。かなりイエローがお送りしました。